鶏ささみときゅうりのキムチ和えを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ささみときゅうりのキムチ和えを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今の季節にぴったりなさっぱりで美味しい簡単おかずをご紹介していきます。和えるだけで簡単に作れるとてもお手軽なレシピになってます。さらに火も使わないので今の時期にぴったりな一品かと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、鶏ささみ、キムチ、料理酒、塩、お砂糖、醤油、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずキムチなんですけれども、こちらは市販の白菜キムチを使っていきます。キムチの種類に関しましてはお好きなものを使ってください。調味料もね、お家にあるような手軽な材料だけで作っていきます。そしてきゅうりに関しましては今回1本使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、鶏ささみの筋取りからしていきます。筋取りをするときはこちらのフォークとあとはキッチンペーパーを使っていきます。そうすると簡単に筋取りすることができます。それではですね、まずささみのここにピヨンと出てる筋の部分を持ってください。そしてこの筋をフォークの隙間に挟みましょう。こんな感じです。あとはこちらのキッチンペーパーでこの飛び出た筋を掴んでお互いね、反対側に引っ張り合います。ではいきます。よいしょ。スーッと。そうするとこのように簡単に筋取りすることができます。それでは残りも同じように筋取りしていきます。はい、OK です。ささみはこのように筋取りしてください。それではですね、ボウルの中にささみを入れてください。そしてここに料理酒をかけます。そして全体にね、絡めましょう。そしたらここにラップをして、そしてこの表面のところに 3,4 箇所ぐらいね、穴を開けてください。ここは空気の出入り口になります。それではこちらを電子レンジ 600W でまず2分加熱します。はい、今2分加熱しました。そしたら一度ラップを外します。こちらのお肉を一度裏返してください。こうしていただくとね、両面ムラなくかつ短い時間で火を通すことができます。そしたらもう一度ラップをしてください。では残りですね、電子レンジ 600W で1分から2分ほどささみに火が通るまで加熱していきます。はい、1分加熱しました。そしたらまたラップを外してください。この時ね、やけどしないようにだけ十分に注意してください。このようにね、料理酒を加えて加熱していただくと柔らかい仕上がりになります。かつ途中で取り出して裏返すことで短い時間でムラなく火を通すことができます。短い時間でやっていただくとね、お肉もその分柔らかく仕上がります。それではですね、こちらのお肉を取り出します。そして上からキッチンペーパーをかぶせて軽く水気を取ります。この時熱いのでやけどしないように注意してください。そしたらね、上にキッチンペーパーをかぶせてこのまま一旦冷まします。それでは続いてきゅうりを切っていきます。きゅうりはしっかり水洗いしてその後水分を拭き取ってください。ではまずね、両先端のヘタを切り落とします。そしたらですね、今度は縦半分に切っていきます。そうしましたらあとはこちらを斜めに薄切りしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきましょう。そして片方も同じように切っていきます。はい、きゅうりはこのように切ってください。そうしましたらこちらのきゅうりはボウルの中に入れます。そしてボウルに入れたらここに塩をまぶします。そして全体に絡めましょう。軽く気持ち揉み込んでください。このように全体にまぶしたらこのまま5分置きます。はい、5分経ちました。5分経つとね、このようにきゅうりから水分が出てきます。こちらを今から絞っていきます。このように手に取ったら手のひらでぐーっと押さえながらしっかりと水分を切っていきます。この時にギュッと絞ってしまうときゅうりのね、シャキシャキ感が失われてしまうので、押さえつけながらしっかりめに切るようにしてください。では切っていきます。はい、こんな感じです。それでは残りも同じように水分を切っていきます。
はい、OK です。きゅうりはこのようにしっかり水を切ってください。それでは続いてこちら粗熱を取ったささみをきゅうりのボウルの中に裂いて入れていきます。こんな感じで手で裂いていきましょう。こちらは食べやすい感じで裂いてください。はい、OK です。それでは最後全部和えていきたいと思います。まずここにキムチです。そしてお砂糖、あとはお醤油、そしてごま油、そして最後に白ごまを加えます。こちらを和えましょう。はい、こんな感じでね、美味しそうに仕上がりました。最後味見をして味の調整はお好みでしてみてください。はい、これで鶏ささみときゅうりのキムチ和えの完成です。こんな感じに仕上がりました。きゅうりもシャキシャキで味もしっかり馴染んでとても美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すっごく美味しいです。このきゅうりのシャキシャキ感とあと鶏ささみもすごくしっとりしてます。そしてこのキムチがねしっかりと馴染んでますね。あとね少しお砂糖も加えてるのでコクがアップしてとても美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ささみときゅうりのキムチ和えのポイントです。まず鶏ささみなんですけれども、筋取りをするときはフォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単に筋取りすることができます。ぜひこの方法でやってみてください。そして今回鶏ささみは電子レンジで加熱しました。2回に分けて加熱していただくことで火の通りが早くなります。よって加熱時間が短くなってとても柔らかい仕上がりにすることができます。この加熱時間に関しましてはレンジの種類だったりとか、あとはささみの大きさによっても多少変わる場合がありますので、様子を見ながら加熱時間は調整してみてください。500W の場合はプラス15秒から20秒ほどしていただくといいかなと思います。そしてきゅうりのポイントです。きゅうりはですね、まず縦半分に切ってその後斜めの薄切りにしてください。薄切りにしたら塩をまぶしてそのまま5分置いて水分をしっかり出してください。そうすることで味が薄まることなく美味しく召し上がっていただけます。そしてこのきゅうりの水切りをする時なんですけれども、手で思いっきりギューッと絞ってしまうときゅうりのシャキシャキ感が少し失われてしまいますので、手のひらに乗せて手のひらをかぶせて、そしてギューッと押さえつけるように水切りしてみてください。そしてきゅうりができたら粗熱を取った鶏ささみを手で食べやすい大きさに裂いて加えてください。あとは残りの材料を混ぜるだけなのでとても簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ささみときゅうりのキムチ和えを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。